で、見えてきた宿命から宿る魂をたどって、今度はあなたの前世を手繰り寄せていくんです。魂は宿命を宿し、宿命を引き継いで前世、現世、来世へと転生輪廻を繰り返していますから、宿命をたどればおのずと前世にも来世にもたどり着くというわけです。さらにこの魂と宿命から高次元にいる自分のハイヤーセルフとつながるステップを踏んで、ようやくチャネリング体質が整うというのが、私のオンラインワークショップ高次元と覚醒を迎えるチャネリング1から5時間目までのステップとなります。こんにちは、新海月里奈です。この動画は私のオンラインワークショップ高次元と覚醒を迎えるチャネリング1時間目の原風景の有料講師ワークになります。このワークがチャネリングやタロットリーディングでどう役立つかと言いますと、簡単には潜在意識と第六感の活性化です。古い記憶を思い出すという作業は眠っている記憶を耕す作業になるので、潜在意識と第六感が揺り動かされて活性化されるストレッチワークになるんです。そもそもチャネリング自体が第六感をふんだんにフルに使う作業になるので、第六感を引き出す事前準備が必要なんですね。スポーツで言うと短距離でも長距離でも急には体が動かないですよね。本調子で走ろうと思えば、まず事前に入念なストレッチをして、そして軽く体を動かすウォーミングアップをして、十分体が温まって動きやすくなってから走った方が、それはスムーズでいい走りができるわけです。またそういった丁寧な流れをルーチン化することで、より結果は伸びていきますし、クオリティの高い成果を出せます。これと同じように、チャネリングも脳とメンタルのストレッチ、ウォーミングアップとして、この原風景の有料講師ワークを行うことで、潜在意識と第六感を活性化する効果が期待できるんです。原風景とは、その人の記憶の中で一番古い記憶のことを言います。大半の方は5歳から6歳ぐらいまでの記憶は何とか思い出せるかと思います。3歳、4歳ぐらいの記憶になると、だんだんとうる覚えになってきて、1歳、2歳となると記憶は限界になってきますよね。0歳まで行くと、もはや何も覚えていないのが人間の平均的な記憶力だと思います。でも実際の人間の脳には、0歳、1歳の時の記憶も刻み込まれているんです。もちろん大人になると子供時代の記憶を忘れてしまっている状態ではありますが、刻み込まれているはずなので思い出すことは全然できるんですね。で、この刻み込まれた記憶が自分の宿命に限りなく近似しているんです。記憶をたどることで自分の宿命が見えてきますし、記憶をたどることで前世の記憶も見えてくるんです。図解で説明しますと、私たちが今生きている現世がこうあったとして、現世の前後に前世と来世があります。で、前世から現世、来世まで宿命という変わらず普遍的な道筋があるんです。これがイコール魂で、魂が前世、現世、来世と生まれ変わって転生輪廻を繰り返して自分の宿命を果たしていってるんですね。普段私たちは宿命なんて全然気にせず過ごしてますが、無意識にも宿命を果たしてるんです。初めから決まった親から生まれて、決まった日付で生まれて、決まった人と出会ってるんです。で、出会いにも分かち合いやすれ違い、争い、別れもありますが、それも宿命によってなっていることです。実際は宿命という道筋から少し外れたり、外れたらまた軌道修正されて、波打つように人生を歩んでいるのが私たちの人生なんです。このように私たちは前世、現世、来世と引き継ぐ宿命に限りなく沿って人生を歩んできていますから、私たちが体験したことを全部通して眺めれば、おのずと宿命は見えてくるはずなんです。ただ、宿命が見えるまでは現世で生まれてから今日までの、記憶を全部通して全体的に眺めることが必要なので、かなりの記憶の情報量が必要です。できるだけ多くの記憶を揺り起こすことで、その記憶と記憶が伏線となってつながって、そしてその中心に宿命を見つけられるという感じです。思い出した記憶一つ一つは断片的でも、何年にもわたって全体を見渡すと、人生の流れが見えてくるんです。あの時の出来事はこういう意味があったんだとか、あの時の出会いはこの出来事が起きるための出会いだったんだとか、
つまりなるべくして起きた出来事だったことが見えてきて、会うべくして会う人だったんだなと気づいたり、つまりそれが現世ですべき宿命であって、宿命に気づいたということは前世から引き継がれる記憶も思い出していることでありますし、前世から引き継がれる出会いとつながりまで揺り起こされるワークになっているわけです。また宿命は DNA の構造と一緒で、一部が分かっても何を意味しているか分からないんですが、全体的に構造が判明すれば、どういう DNA なのか、どういう性質でどこからやってきた種なのかが、全体を見れば分かってくるんです。それが宿命です。で、現世以外のことが見える状態というのは、つまり前世が見えたり来世が見えたり、あるいは亡くなった人が見えたり、未来が見えたり、こういった非現実的なありえないことが起きる状態というのは覚醒している状態なので、覚醒に近づくためにも、覚醒を迎えられるようにするにも、記憶をまずたどって宿命や前世を思い出すワークが必要なんですね。このように忘れてしまった記憶をまず揺り起こして、そして眠っている脳も揺り起こして、そして潜在意識と第六感を活性化させてチャネリングができる体質が整うように、1時間目はストレッチワークの原風景の揺り起こしワークとしました。で、眠っている記憶を思い出す方法は3つありまして、1つ目はデジャブ現象です。この光景、この情景、この風景、この瞬間、なんか懐かしい感じがするな、なんか前にもあった気がするといったデジャブです。はっきりした記憶ではないけれども、過去起きたことが再現されている状況になるので、これは紛れもなく記憶が蘇っている、思い出している形なんですね。で、その記憶は0歳、1歳の時の記憶かもしれませんし、もしかすると、生まれる前の前世の記憶だったりもするんです。デジャブ現象は思い出そうとしてなっているわけではないので、方法というよりは自然現象に近いものだと言えます。2つ目は1つ目のデジャブ現象を利用して当時の体験を意図的に、体験して記憶を思い出すやり方です。自分の記憶というのは過去に自分の五感を介して刻み込まれた記憶なので、自分が見てきた時代、当時の自分の年齢で見たものが五感の記憶として刻み込まれているものです。なので当時見たであろうものや場所、聴いた音楽やよく食べたもの、触ったものをそのまんま五感で再体験することで、とっくに忘れていた記憶を思い出すことができます。夏メロなんかはまさにそうですよね。あとはお袋の味を自分で再現することも、調味料を微妙に調整しながら、記憶に残っているお袋の味と照合して、塩が足りないかなとか、醤油も足した方がいいかなとかで、ようやくそうそうこの味だと、お袋の味と完全一致してお袋の味を完全に思い出すことができますよね。で、味が思い出せるんですから、じっくり時間さえかければ他の記憶ももっと思い出せるんですよ。頑張れば大半の人は4歳5歳までの記憶は簡単に思い出せますし、2歳3歳ぐらいになってくるとうろ覚えになってきますが、それでも当時流行っていたテレビ番組やよく聞いていた童謡なんかを聞けば、きっと当時の情景や起きた出来事などのエピソードが蘇ってくると思います。また記憶をたどるのに昔の自分の写真を見ることは、ヒントきっかけになります。写真の中に当時遊んでいたおもちゃや、着ていた服が結構記憶をたどるキーポイントで、すっかり忘れていても写真に写っているということは、間違いなくあなたは子供時代にそのおもちゃを見ていますし、触ってもいるので、記憶の中には刻まれているはずなんです。なので写真に写っているおもちゃの色、形、素材を頭の中で想像してみて、触り心地なんかも写真から想像してみて、素材は木なのかプラスチックなのか紙なのか、写真を見れば何でできているかはわかりますよね。その素材から触り心地をとりあえず想像してみるんです。頭の中で見て触ってみるんですよ。同じく、着ている洋服も間違いなく当時あなたが着ていた服なんですから、写真に写っている色、デザイン、素材から着心地を想像してみて、頭の中で想像して着てみるんです。もちろん自分の体の大きさも当時の子供の時代のサイズを想像してですよ。手もぷくぷくで小さかったでしょうし、足も短かったでしょうし、子供の頃の自分を想像してみるんですよ。すると
自分の目線、視野が想像の中でだんだん子供になっていって、ちょっとずつ他の記憶も蘇ってくるんです。頭の中で想像することはもう無限の表現で、無制限なく自由にできるものですから、まず写真を頼りに頭の中にコピーして、自分の体も目線も当時の自分を想像して、想像の中だけで写真を現実に戻す作業をするんです。で、それを何度も繰り返して想像し続けます。1日だけでなくて何日もやってみると、そのうち想像の中で当時の記憶が目覚め始めてくるんですね。おもちゃをきっかけに他のおもちゃも連動して、登場してきたり、畳部屋だったのか、カーペットだったのか、どんな窓でどんな照明だったのか、当時遊んでいた部屋のインテリアまでも細かく思い出してきます。また想像した当時の服から派生して、その服を着てお出かけした場所だったり、その服を着て三輪車に乗っている記憶も蘇ったりするんです。写真で残っていることはあなたが体験した事実のはずですから、必ず記憶に刻み込まれています。徹底的に眠っているのを揺り動かせば必ず記憶は蘇るんです。とっても地道な作業ですが、じっくり時間をかけてこの原風景の揺り起こしワークを行うと、1年後にはかなり記憶がぎっしり書き込まれていると思います。映画やドラマに感化されて自分の子供時代の、記憶がふと蘇ることもありますし、小さな子供と遊んでいて子供時代の自分がフラッシュバックすることも時にありますよね。そういう時に忘れないうちに常に、ノートに書き留めておくんですよ。思い出したらすぐ書くという習慣をつけていくと、本当にある日ふと0歳の記憶までフラッシュバックすることがあるので、そのぐらいまで揺り起こしてみましょう。宿命と前世は0歳の記憶のすぐ向こうにあるんです。では、過去の記憶を思い出す方法の3つ目ですが、一個一個記憶をたどっていく方法です。一番古い記憶はまず置いといて、簡単に思い出せるところから思い出してみて、それをベンチマークにそこから少しずつ記憶を掘り起こして、少しずつ幼い時代に記憶を遡っていく方法です。例えば、ある程度成長してからの記憶ってところどころ覚えてるものですよね。例えば、中学生時代とか高校時代とか、こういった思い出そうと思えば、なんとか思い出せる時代をひとまず全部思い出してみるんです。細かい記憶まで。思い出しやすい時代の記憶を限りなく細部まで思い出す作業というのがまずは大事で、自分はこんなにまで思い出せるんだと自分で驚くぐらい記憶を蘇らす思考ロジックを体感していただきたいんですね。すごく地道な作業になりますけど。で、思い出した記憶をノートに書き出していくんです。ノートの書き出し方なんですが、過去の動画セッション25を今から流します。すでに見た方は飛ばしていただいて結構です。用意するものはノートと書くもの。1日で完成させるものではないので、途中で修正できるように書くものは鉛筆かフリクションボールをおすすめします。最終的には両開きのページがぎっしり埋め尽くされるぐらいになりますから、B5 サイズか A4 サイズの大きめのノートをご用意ください。ではまずノートを両開きにして、ちょうど真ん中に横にまっすぐな線を引きます。これがあなたの自分年表になることをイメージして、全体を10とすると左端が0歳、8割ぐらいのところに現在の年齢を書きます。右端は10年後ぐらいの未来としてください。あとは人によって異なりますが、0歳から現在の年齢まで5歳ぐらいのスパンでメモリをつけていきましょう。私の年表を例に挙げますと、現在49歳なので真ん中が25歳ぐらい。あとはこれを目安に5歳、10歳、15歳、20歳と5歳間隔でメモリをつけていくといった感じです。仕上がりはこんな感じです。次にこの横軸に思い出せる記憶を書き出していってみましょう。古い記憶からでなくても思い出せた記憶から書いていきます。ひとまず記憶のタイトルだけ書いてみましょうか。例えば幼稚園の卒業式を覚えているなら幼稚園の卒業式と書きます。書く場所もその年代のところに書いていきましょう。時系列できれいに並べていきます。その中で印象に残ったシーンがあるならそういったハイライトも書いていきます。例えば何々ちゃんと最後の記念写真を撮ったとか、卒業式の日は雨だったとか。一日で全部思い出す必要はなく、
時間が許す限り好きな時に好きな場所で何日もかけて書き出していきましょう。それと記憶の書き込みは上の段に書いていってください。下の段はその時期によく聴いていた音楽や見ていたドラマや映画、使っていた香水、よく食べていたメニューやお気に入りのもの、またよく遊んでいたことやマイブームだったこと、あるいはその時期に起きた大きなニュースや事件も追加してみます。視覚、聴覚、収穫、味覚、触覚といった五感に残る記憶を思い出すことで、とっくに忘れていた記憶も細かな記憶も誘発されて蘇ってくるのです。蘇った記憶は忘れないうちに逐一年表へ書き込んでいきます。また大きなニュースや事件などからも、その時自分は何をしていたのか、そのニュースや事件を受けて当時の自分がどう感じてどう思ったのかなども思い出したら書いていきましょう。例えば2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件や2011年3月11日の東北大地震、あるいは2014年9月19日20日は嵐の15周年ハワイライブだとか、2016年の8月14日は SMAP の解散発表だとか、こういった印象に残る時事ニュースにおいても当時の自分の感想や心境を蘇るものがあったならば年表に書き込んでいきます。思い出したことどんどん書いていきます。記憶が途切れたら当時聴いていた音楽や見ていたドラマや映画なども懐かしく鑑賞したりして当時の記憶を再現できるようにしてみます。ざっと書いてみるとこんな感じの自分年表が出来上がります。ここまでは巷によくある自分年表の作成方法ですが、原風景の揺り起こしワークはここでは終わりません。このノートがぎっしり埋め尽くされても、その記憶と記憶の間には必ず細かな記憶も眠っているはずなので、もっともっと細かくずっとずっと深い記憶まで過去の記憶を揺り起こしていくのです。これが第六感を養う原風景の揺り起こしワークです。一つの出来事に対してその日の朝から夜寝る前までのことを頭の中で回想し、その見えた映像をすべて文章に起こし作文にしていくのです。例えば先ほどの幼稚園の卒業式なら、その日の朝の情景から支度を済ませて幼稚園に向かい、先生とみんなに挨拶を交わし、卒業式の会場で席に着き、卒業証書を受け取り、最後担任の先生と園長先生とみんなにお別れの挨拶をして、玄関口で友達と記念写真を撮った、その一年の流れを思い出す限り頭の中で回想して、その情景を文章に変えて作文を書いていくのです。思い出せなければそこは飛ばして、思い出せる部分だけを書き記していきます。でもまた別な日にふと思い出したなら空白の部分を埋めていきます。もちろん寝ている最中に見た夢なども覚えていれば、それも時系列で書いていきます。このように少しでも記憶をたどり、忘れていた記憶を掘り起こす感じです。まるで恐竜の化石を一個一個発掘するような作業になります。この原風景を揺り起こすワークを行うことで、脳神経が現実を再現するといった習慣が身につき、第六感も活動しやすくなっていくのです。そのうち未来の情景が再現されるようにもなったり、人の気持ちも想像できたり、起こりうる災いも見えてきたりもしてきます。第六感が活動し始めれば潜在意識も目覚めますし、いろんな感覚も冴えてきます。ちょっとずつあなたのひらめきやインスピレーションが変わっていくのです。また自分の記憶を時系列で並べ、細かな記憶をもつなげていけば自分の私小説にもなってくるんですね。生まれてから今日に至るまでの自分年表と私小説を読み振り返ることで、自分という存在を改めて客観視し、しっかりとした気持ちと地に足ついたメンタルが備わり、これがつまり第六感をコントロールするメンタルの自立につながっていくのです。さあ皆さんもご自分の原風景を揺り起こしてみましょう。そして第六感を使い、霊視霊感チャネリングという戦術に一歩近づいていってみてください。このように眠っている記憶を思い出す作業は記憶を耕す作業になりますから、潜在意識を揺り動かす作業にもなり、潜在意識が揺り動かされれば第六感も活性化するというわけです。こうして第六感が冴えた状態をキープできれば、チャネリングもスムーズに展開して遠方にいる人の気持ちを想像できたり、未来起こりうることも想像できたり、よりクオリティ高いタロットリーディングも実現できるようになるんです。なお過去の記憶を思い出すことは良い思いでも嫌な思いでも区別なく
思い出すことになります。これにより、頻繁にフラッシュバックやデジャブが発症するかもしれませんが、これは潜在意識と第六感が活性化している証拠ですから、ワークの効果です。自然な症状ですから心配はいりません。フラッシュバックやデジャブがなぜ起こるのかという、詳しい説明はセッション40で詳しく説明しておりますので、ぜひそちらをご覧ください。またこのオンラインワークショップ高次元と覚醒を迎えるチャネリング1時間目をご覧になって、実際に原風景の揺り起こしワークを実践していただいた方には、潜在意識と第六感が活性化されているかどうかの確認、フィードバックと皆さんの宿命と前世をたどるためのリーディングプログラムを有料でご用意させていただいております。プログラムの流れとしましては、ご自身でできる限りの原風景、記憶を思い出していただいて、先ほどのセッション25の、動画で説明したように、ある程度ノートが埋まった時点で、有料プログラムをここならで購入していただきます。で、私が受付しますので、以降はその原風景を書き出したノートを、文章か写真でお送りいただきます。ノートでなくても、ワードやエクセルといったファイルでも構いません。お送りいただいた原風景について私がオラクルカードでリーディングさせていただき、あなたの潜在意識と第六感の活性化の確認とフィードバック、またあなたの原風景のリーディング結果を動画で納品させていただきます。カードのリーディングの仕方やコツポイントなども含めての内容になります。1時間目で私が使用するカードはこちらのレベッカ・キャンドルさんのワーク・ユア・ライトのオラクルカードがメインになります。今からリーディング鑑定のサンプル動画を少しご覧いただこうと思います。この現世でこれまでどういった宿命を果たしてきたか、そしてこれから残る人生何をしていけばいいか、どういう宿命を果たしていけばいいか、そしてよりこの、宿命を果たしていくために今どういう行動をすればいいか、どういう活性化をすればいいか、第六感とか潜在意識のね、そういったガイドをもらえるのがこの3枚目。この宿命のこれまでとこれからと、あとすべきことを見ていきたいと思います。じゃあこれまでの宿命、イエスのカード、とてもシンプルなカードで、イエスと言いなさいというメッセージのカードです。ここに Just say yes と書いてあります。これを私のこれまでの宿命と、つなげてリーディングすると、私はとにかく自分自身だけを信じて、本当に自分を肯定しながら、自分が思ったことを、やりたかったことを全部もう叶えてきたというか、実行してきたタイプなんですよ。究極と言っていいほど、それだけ自分がノーと感じるものは絶対やりたくないタイプなので、すごくわがままなところもありますし、強情なところもありますし、融通が利かないところも実際私はあって、だからこそ自分にはイエスと言い続けてここまでやってきた、自分がいるんですね。でもそれはもう宿命だから、私は違和感なく、やってきたので、このカードのイエスが出たのは非常に納得しますね。ノーと言ってこなかったですから。自分が思ったことをやりたかったことはもう高次元から降りてくる、メッセージ、指令だからイエスと言って当然だよねっていうのが潜在的にね、しっかり分かって肯定して実行してきたんだと思います。自分でも言うのもなんですけど、その通りですね。ただ自分をねあんまり出しすぎたり、人の言うことをね聞かなかったりもしてきましたから、だいぶ周りの人には迷惑もかけましたし、協調性のない人間の時期もありました。だからこそ、会社勤めっていうのはすごく私には不向きで、こういう占い師というかね、家でパソコン1台さえあれば仕事ができるという仕事が、定着してるというのもありますけどね。このように、皆さんが揺り起こした原風景を私がオラクルカードを用いてリーディングを行って、あなたのこの現世での宿命をほんの一筋ですが拾い上げます。
あなたは宿命というパズルの1ピースを確認することができます。続いて、2時間目以降のプログラムも私のリーディングによってあなたの新たな宿命のピースを一個一個拾い集めていきます。すると、1、2、3、4、5時間目と、パズルのピースがだんだん揃っていって、少しずつあなたの宿命の全容が見えてくるんですね。で、見えてきた宿命から宿る魂をたどって、今度はあなたの前世を手繰り寄せていくんです。魂は宿命を宿し、宿命を引き継いで前世、現世、来世へと転生輪廻を繰り返していますから、宿命をたどれば、おのずと前世にも来世にもたどり着くというわけです。さらにこの魂と宿命から高次元にいる自分のハイヤーセルフとつながるステップを踏んで、ようやくチャネリング体質が整うというのが、私のオンラインワークショップ高次元と覚醒を迎えるチャネリング1から5時間目までのステップとなります。ワークショップ自体はこのように動画で公開してまいりますが、ワークを実践された方のリーディング鑑定や質疑応答共通テキストの提供はここならの方で有料プログラムを購入していただく形になります。無料公開の動画でもワークショップは学べますが、動画だけでは物足りない、もっと詳しく理解してチャネリングを身につけられたいという方は、有料プログラムをご検討いただければと思います。なお、すべてのプログラムで共通してお渡しするテキストブックは、チャネリングがどうやって身につくのか、高次元にどうすればつながれるのか、ハイヤーセルフを確認するには、どういった手順が必要なのかがわかる内容になっています。この他にも、覚醒のことだったり、ワンネス、グラウディング、アカシックレコード、ゼロポイントフィールドについても、その実態が何なのか、論理的に図解でわかるように解説しています。ワークショップと並行してお読みいただけると、より理解度が深まる内容になっています。このテキストだけでも十分チャネリングのことを高次元に関してはマスターレベルになるんではないかと、自負しております。チャネリングを身につけられたい方、高次元につながりたい方、覚醒を迎えられたい方、タロットリーディングのスキルを高めたい方、ぜひ皆さんの活動にご活用いただければと思います。皆さんのご参加お待ちしております。高次元と覚醒を迎えるチャネリングタロット2時間目は、フラッシュバックやデジャブ、夢の意味をリーディングする回になります。あなたが受けたフラッシュバックやデジャブ、また気になっている夢やよく見る夢、その意味やメッセージを私がオラクルカードを使ってリーディングして、鑑定結果を動画でご提供します。あの時のフラッシュバックは何だったんだろうとか、あのデジャブの意味って何かあるのかなとか、いつも見る夢とか、気になる夢ありますよね。フラッシュバックやデジャブ、夢は高次元から送られてきているメッセージなので、何かしらのガイドを持っているはずなんです。そして今回の1時間目で入り起こした記憶たちと関連づけることで、それぞれの記憶とそれぞれのフラッシュバックやデジャブ、夢が伏線となって、さらにあなたの宿命が浮き出てくるんです。2時間目も潜在意識と第6感を活性化するためのストレッチワークになります。同時に宿命というパズルの新たな1ピースを拾い上げるワークでもあります。1時間目で拾った宿命と2時間目で拾う宿命と一個一個パズルのピースを拾い集めていくと、少しずつあなたの宿命の全容が見えてくるんです。パズルのピースが揃って全てカチッと合わさった時に本当に高次元につながる、実感がつかめて、ようやく覚醒の時を迎えられる体制が整います。私のオンラインワークショップ高次元と覚醒を迎えるチャネリングはステップアップ形式です。ぜひご参加いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。